これでジョイント合体真剣王になります。こっちも真剣デカレンジャーロボになります。これで顔昆虫恐竜折り紙の完成です。これでガオキング、マジキング、デカレンジャーロボ、エンジン王、真剣王の5体合体紙獅子折り紙になります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。レジェンド戦隊シリーズよりレジェンド合体真剣王です。それでは見ていきましょう。ということで、こちら箱がないので、この状態にね、なってます。中古で買ったので箱なかったです。はい。で、これどんな、シリーズなのかというと、このゴーカイジャーが当時、放送していた時期に出ていたおもちゃで、このジョイントでバラバラになって、で、いろんな、合体ができたり、他の、このゴーカイ王とかとも合体できますよっていうシリーズになっております。で、今回は、こちら、真剣王ですね。はい、ということで、説明書がこんな感じになっております。いろんな合体ね、試せたりとか、はい、あとはこの、それぞれのね、折り紙への合体のさせ方、ロボットへの合体のさせ方が載ってます。はい、ということで、見ていきましょう。まずはね、こうやってパーツがバラバラになっているので、これを、組み立てていきたいと思います。はい。この組み立てがね、面白いんですよね。はい、こうやって、ジョイントがあって、はい、パチパチと。はい、こうやって、組んでいくのがね、めちゃくちゃ気持ちいいです。はい。こうやって、上げて、はい。これで、獅子折り紙になります。はい。で、ちなみにこれ、エンブレムモードにはなりません。はい。このエンブレムモードって言って、この将棋の駒みたいになって、ここに真ん中に火って書いてるんですけど、っていうモードが獅子折り紙にはあるんですけど、それにはできません。はい。この状態です。じゃあ次。はい、こちら。竜折り紙やっていきましょう。ここに顔をつけて。で、この兜ですね。これをこの後ろにつけて、これで竜折り紙になります。デラックス版だともっと長い竜になって、この兜もしっかりここら辺とかに隠れるんですけども、まあね、ジョイント合体はもういろんな手順を省いていかに簡略化して、っていうのが、モチーフというか、コンセプトになってるので、こんな感じのデザインになります。個人的にはこういう、はったりが効いてる感じとか、なんかちょっとしわ寄せきてる感が好きなんですよね。ジョイント合体の。はい。で、次。熊折り紙やっていきましょう。はい、熊折り紙。はい、顔つければ、これで熊折り紙完成になります。熊折り紙はね、このクオリティ高いと思います。エンブレムに変形しない分ね、この一つのパーツがすごい大きいんですよ。これでワンパーツなので、はい。割り切ってる分、この熊折り紙形態の見た目はいいのかなと思いますね。はい。こんな感じになってます。はい。で、あと、ジョイント合体って結構足のパーツ大きいんでね。なので、この2つはね、別に、バラバラにならないっていう感じだと思います。はい。次、こちら。はい、行きましょう。この2つのパーツを合体させると、はい、これで、亀折り紙になります。しっかりこの目の部分塗装されててね。はい。ここもね、変形した後の状態になって拳が見えてるので、ここの天っていう漢字の左側、左上か、ここはもうなくなってるんですけれども、一応。はい。こんな感じです。そして、次。今回のこの5つの中で一番ちょっと異質な存在だと思ってるのがこちら、猿折り紙なんですけど、まず、ここに、これを組み合わせることで、この猿折り紙になります。はい、これでね。はい、なんですけれども、ちょっと、見栄え的にはちょっと一番ね、微妙かもしれないんですけれども、もともとも結構ね、見立て変形してるんですけれども、これの何が異質なのかっていうと、これ腕にするときは、こういうね、組み合わせ方をするんですけれども、なんとこの
猿折り紙だけなぜか、こうやってエンブレム状態にすることができるんですよ。なぜか。他のやつは、まあ若干この点、亀折り紙が若干点にまあ最初からなってるかなってぐらいなんですけど、とは別に、こうやってできる要素があるっていうね。これだけなんだよね。はい。っていうね。まあこの、まあ簡単なステップでこのエンブレムモードにできるから、まあ追加したのかなっていう感じはありますけれども、なんかこの猿折り紙だけなんですよね。はい。土っていうね、感じになります。はい。まあ、っていうね、感じで、これの、はい、5つの折り紙になります。で、これをね、合体させることができるので、やっていきましょう。まずは足。はい、竜折り紙。はい、このように組み替えて、兜外してあげます。で、熊折り紙も、頭外してつける。この足が畳まれたりとかはしないです。はい。で、腕。はい、外して、くっつける。はい、こうですね。で、こっちも外して、くっつける。はい、こうです。そして、最後、獅子折り紙ですね。外して、はい、外して、こっち側にくっつけます。はい。反対側も外してあげて、こっち側にくるっと回転させてくっつけると。はい。で、ここ外して、で、こう下に持ってくる。で、この下も外して、もう一回回転させて取り付け直すと。はい。こんな感じになります。で、この状態で、はい。ここの足ですね。ガチャッとくっつけてあげて、はい。で、右腕、で、左腕、そして最後、この兜を取り付けてあげれば、これでジョイント合体真剣王になります。はい。どうでしょう。この足の下ね、わかるかな？こっちの外側に、こうちょっと出っ張りがついてて、内側にはついてないんですよ。で、これによって、ちょっとこう、足を開いて、ね、こう斜めにして立たせることができるので、こうプロポーションがよく見えるっていうね、感じになっております。で、前回ね、紹介したこちら、デカレンジャーロボと並べると、こんな感じになってます。はい。まあ、若干、大きいかな。まあでも基本的に大きさは、まあ大体統一されてますね。はい。で、ここからがこのジョイント合体のおもろいところなんですけれども、はい、例えばこれ外します。外してあげて、で、こっちもね、外します。はい。こうやって外してあげまして、で、なんと他のジョイント合体のパーツをこのようにね、取り付けることができると。ちょうどね、色合いも同じなんでね。はい。これで、デカレンジャー真剣王になります。はい。で、こっちもね、こうやって合体させてあげて、はい。こっちも真剣デカレンジャーロボになります。はい。こうやって組み替えることもできると。おもろい。さらに、この単体だけでもいろいろね、組み替えできるのでやっていきましょう。なんか説明書に書いてあったやつがめちゃくちゃおもろかったんで、それをちょっと作っていきたいと思います。はい。まずは、首をね、作っていきます。こうやって、で、ここに、これをくっつけてあげて、で、顔ですね。はい。この、なんか、兜のここが、なんか、昆虫の顎みたいなね、感じになって、おもろいです、これ。はい。で、次は、ちょっとこの獅子折り紙は、まあ、大体同じ、合体のさせ方で、はい。組み合わせて、
上げて、で、はい、竜と熊を横にくっつけて、で、余ったやつはもう後ろにね、はい、余ってもこうやってジョイントね、いろんな箇所にあるんでくっつけられるっていう感じです。はい。これで、顔昆虫恐竜折り紙の完成です。いや、どうでしょうか。面白いよね。こういう合体のさせ方もできちゃうっていうね、はい、感じになっております。こうやって動かすこともね、できますし、この、やっぱ兜をこの顔に、兜もともと顔だけど、これを裏返して、なんかちょっとまた違った見え方にさせてるっていうところが面白いですよね。なんか本当に、これもね、なんか一種のね、モンスターみたいな感じで見えますもんね。はい、おもろい。それでは、この今までにレビューした、このジョイント合体のね、ロボット5体をね、全合体させていきたいと思います。これで、ガオキング、マジキング、デカレンジャーロボ、エンジン王、真剣王の5体合体、紙獅子折り紙になります。やっぱ5体もあると、人型を保つには多すぎました。はい。で、もうね、謎の、塊と化してるんですけれども、まあ、こんな感じでね、まあ一応、ね、大量にあるけど、ジョイントも大量にあるので、もうくっつけちゃうことはできるよと、はい、いう感じですね。はい。まあ、やっぱり結構、このパーツ単位が、ね、こう、腰とか腕とか、ね、足とかになってるので、もう、なんか、本当のブロックほど自由度はないんですけれども、まあ、このぐらいのね、もうすごい合体はね、できるよってことで、やっぱこれがジョイント合体の魅力なんじゃないかなと思います。はい。まあ、ということで、今回の、こちら、ジョイント合体真剣王のレビューいかがだったでしょうか。まあね、なんか、これ遊んでるとね、どんどん思ってくるんですけど、まあ、遊びやすくはないのかもしれないなとね、どんどん思ってきてまして、なんだろうな、やっぱ自由度が結構ないんですよね。ジョイントの位置が結構すごい場所にあったりとかして、ここにジョイントあったらよかったのになとか、ここが凸だったらとか、ここがこのね、へこんでるやつだったらとかっていうのはあるんですけど、いかんせんやっぱそこら辺の調整がね、すごい難しいんだと思います、このジョイント合体は。まあ、なので、はい。まあ、これはね、はい。まあ、僕は好きですけれども、まあ今ね、もうわざわざ買う人はいないと思いますけれども、まあね、買わなくてもまあいいのかもしれないなという気持ちもね、まあ少しね、はい、ちょっとありますと。はい。で、次は、こちらです。はい。第10時にね、来ますので、はい、これもね、楽しみにしていてください。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。